不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。今回のお話は有名なジャーナリストの方が記事にしたこともある貴重な体験談です。そのジャーナリストの記事では体験者さんのご本名で写真も含めて紹介されています。私の動画では仮に遠野さんとしておきますが、彼の体験のほんの一部分だけをお話しします。それは忘れもしない2010年5月のことでした。当時遠野さんは車で旅行するのが大好きだったそうです。ある日ご自宅のある福岡県から伊勢神宮まで車で高速に乗り参拝に行くことにしました。遠野さんは内宮の境内を散歩中、突然手がビリビリと電気が走ったような感覚がしたそうです。何だろうと不思議に思いましたが、参拝を終えた頃にはそんなことも忘れ、宿泊予定の京都に向かいました。京都に到着するとすでに夕方になっていたので、遠野さんは何気なく近くにある有名な京都霊山護国神社の坂本龍馬の墓にでもお参りするかと思いました。夕方ですから参拝客もまばらで、おかげで静かな雰囲気の中、坂本龍馬の墓前で手を合わせることができました。その時遠野さんはふと思い立ち、記念に坂本龍馬のお墓を写真に収めておいたそうです。さて墓前の写真を撮り終えると、隣にある霊山歴史館を覗いてみることにしました。この頃から遠野さんは足首から下だけ異常に熱く感じていたそうで、また耳にかなり強い違和感があったそうです。先ほどの内宮での手のしびれといい、なんでだろうと妙に感じましたが、この時はさほど気にしませんでした。でもこの感覚こそこれから起きることの兆しだったのかもしれません。遠野さんは余計なことは考えずに歴史館に入り、坂本龍馬の資料を見学することにしました。遠野さんは特に歴史に詳しいというわけでもなく、特に坂本龍馬通だったわけでもありません。ところがそれらの資料を眺めていると、不思議な雰囲気に襲われていきました。まるで遠野さん自身の人生を語られた資料を見ているようで、とても奇妙でした。ですから、なんだこのおかしな感覚は、と遠野さんは戸惑ったそうです。資料を見ている自分は自分ではなく、坂本龍馬になり変わったかのようでした。遠野さんは今でもその時の感覚は強烈に脳裏に残っているとおっしゃっていました。それでも遠野さんはすぐ我に返り、気を取り直して館内の次の場所に進みました。当時館内には記念撮影用の新選組の羽織が飾ってあり、それを着て記念撮影ができるようになっていたそうです。そこで遠野さんはちょっと着て撮影してみようかなと遊び心で思い、羽織に手をかけようとしました。すると羽織が手に触れる直前のタイミングで、するりと床に落ちてしまいました。遠野さんは羽織を拾うと、なぜか急に気が進まなくなり、着るのをやめて元の場所にかけておいたということでした。結局その日はそれだけで何事もなく宿に戻りました。こうして数日の京都観光を終えて、遠野さんは福岡に無事帰宅したそうです。さて自宅に戻ってからでした。不思議なことが起きてきたのです。まず京都の坂本龍馬の墓前で撮った写真を確認してみると、ぼんやりと何かが写り込んでいました。心霊写真とか特に興味があるわけではない遠野さんでしたが、お墓の写真だけに少し気になったそうです。そこで友人からもらった本についてきたお札のシールがあったことを思い出し、携帯に貼ってみたそうです。ところが貼った途端、これは剥がさなくてはいけないという衝動に突然駆られ、そっと剥がしていきました。すると剥がし終わった瞬間、遠野さんの全身に電気が走ったような衝撃が起きました。それは何か体の内部からパワーが溢れるような感じだったそうです。
遠野さんは最初体調のせいかと思いました。そこですぐに反射的に自分の手を開いてみたそうです。すると指先からレーザービームのような何かが出ているのが見えました。ひょっとしてこれは気候の木ではないかと思ったそうです。しばらく自分に何が起きているのか分からず、遠野さんは呆然としていました。ただそのことより遠野さんはうっすらと何かが写っている写真の方が気になっていました。そこでまたその坂本龍馬の墓前の写真を見直したそうです。するとさっきまでうっすらと写っていたものが目の前で色がつき始め、だんだん濃くなっていき、遠野さんは驚愕しました。それは人間の形を帯びてきたのです。遠野さんはその映り込んだ人を直感的に坂本龍馬本人なのではと思ったそうです。急いでネット上で拾える坂本龍馬の写真の数々と見比べてみると、確かに額の形などよく似ている感じがしました。すると遠野さんはあれと思いました。その映り込んだ人の顔の周辺に何本かの線のようなものが映っていたのです。それはまるで刀傷のように見えたそうです。遠野さんは坂本龍馬は暗殺時に切られた刀傷があることを思い出し、これはやはり坂本龍馬本人なのではとさらに強く思いました。そしてちょうどこの頃からでした。なぜか遠野さんの頭の中に時間がないという言葉が浮かんだそうです。そして帰りたいという気持ちも浮かんだのです。特に時間がないという言葉は頭から離れず、何のことだろうと不思議に思っていました。そしてその後も異変が続きました。遠野さんは誰かがぴったりと自分の背中にくっついてきているのが明らかに分かったそうです。霊感のない遠野さんでもはっきり感じ取れたので怖くて不安でした。また夜寝ていると突然不自然にパチパチという矢鳴りのような音が聞こえてきたのです。自宅で矢鳴りはなかったので、これは霊現象の一つのラップ音なのではとさらに怖くなりました。でもしばらくそんなことが続いていきましたが、これといって悪いことも不吉なこともなかったので、自分に何かを気づかせるために好意的な誰かがメッセージを送ってきているのだろうと考えました。ではそれは誰で何のメッセージなのか。あの日坂本龍馬のお墓に行った時からおかしな現象や感覚が始まったことを考えると、まさか坂本龍馬ではと遠野さんは思いました。あの時間がないという言葉はそのメッセージと関係があるのでは。そしてその言葉は依然として遠野さんの頭の中に浮かび続けたそうです。さて遠野さんの当時の取引先の会社経営者に S さんという方がいたのですが、その方は昔から霊能力がすごいと評判の方だったそうです。その S さんは現在は関西のとある有名なお寺の僧侶をされています。お寺の名前は伏せますが、かなり有名な方でした。そこで遠野さんは一連の出来事がとにかく気になり、その S さんに相談しに行きました。遠野さんは早速 S さんに坂本龍馬の墓前の写真を鑑定してもらうと、写真は坂本龍馬の可能性が高いようで、何よりも驚いたことは坂本龍馬ゆかりの人物が幾人か写真に写っていると言ったそうです。ずっと半信半疑だった遠野さんも S さんの鑑定には鳥肌が立ちました。その後も相変わらず時間がない時間がないという言葉が遠野さんの頭から離れず、何か大変なことが起こるのではないかと不安になり、だんだんそれが強くなっていきました。そこでいても立ってもいられず SNS を始めてそのことを配信していたそうです。そして写真に坂本龍馬が現れてからちょうど10ヶ月後の2011年3月11日、東日本大震災が起きました。
その時遠野さんは「ああ、時間がないとはこのことだったのか」と分かったそうです。それは日本に起こる大惨事を知らせる坂本龍馬の警告だったのかもしれません。ところで時間がないという言葉と一緒に帰りたいという気持ちも遠野さんに起きましたが、遠野さんはそれは坂本龍馬のお墓は京都にあるので故郷の高知に帰りたいという気持ちを同時に送ってきたのではないかと思うそうです。ちなみに遠野さんは車で福岡から遠い高知の桂浜まで行き、太平洋の雄大さを眺めるのがなぜか好きだったそうで、不思議なご縁を感じると言っていました。さて、その後震災の復興も始まり、日本が日常を取り戻しかけた年でした。遠野さんは東京に行く機会があったそうです。そこでまたふと明治神宮に参拝していこうと考えました。明治神宮にはパワースポットとして有名な清正の井戸があるので、遠野さんはそこで記念写真を撮り終え、離れようとした時だったそうです。手首にかけていたセカンドバッグの持ち手のストラップの部分からバッグが離れて落ちかけたので、おっとと慌てて受け取りました。ただストラップの留め金は取り外しができたので、その時は何かの拍子で外れたのだろうと遠野さんは特に気に留めませんでした。そしてさらに明治神宮の最後の鳥居をくぐろうとした瞬間、またしてもセカンドバッグがスッとストラップから外れたのです。このタイミングでそう簡単には外れない留め金が2回も外れたので、遠野さんはかすかに妙だなと感じ、留め金を調べてみたのですが、壊れていませんでした。そして結局セカンドバッグのことはその時だけのことで、その後外れることもなく、遠野さんはすっかり忘れていました。そしてまたしばらくしてもう一度遠野さんは京都の坂本龍馬のお墓参りに行くことになり、今回は緊張して手を合わせたそうです。そして顔を上げた瞬間、またしてもセカンドバッグのストラップの留め金がスッと外れたのです。さすがにこの時は何かあると感じました。そこでもしやと思い、その日も坂本龍馬の墓前を写真に収めて帰ったそうです。さて、自宅で早速写真を確認してみると、やはり何か違和感のあるものが写り込んでいました。お墓の隅に透明に近いシルエットが写っていたのですが、よく見てみるとその一部は着物の袖の部分だと分かったそうです。遠野さんはすぐに坂本龍馬の写真と見比べてみたのですが、その袖にそっくりでひょっとしてと思いました。もしこれが坂本龍馬だとしたら、きっとまた何かのメッセージを送るというサインかもしれません。そこで遠野さんは霊能者に事情を話すと、坂本龍馬がピストルを引いていると奇妙な表現で霊視結果を伝えてきました。それを聞いて遠野さんは驚愕しました。そのセカンドバッグの留め金はまさに小型のピストルのような形をしていて、引き金と似た部分を引くと外れる仕組みになっていたのです。そして坂本龍馬はピストルを所持していたことは有名でした。遠野さんはこの些細な偶然はやはり坂本龍馬からの意思表示だと確信しました。でも坂本龍馬の墓前で留め金が外れたのは分かりますが、関係のない明治神宮でなぜ同じことが起きたのか不可解でした。そこで調べてみると、明治神宮は明治天皇と昭憲皇太后を祀った神社ですが、日露戦争開戦前夜に皇太后の夢枕に坂本龍馬が現れて自分が海軍を守るといった有名な逸話がありました。このことは坂本龍馬の墓前の記念碑に刻まれているそうなのです。遠野さんは坂本龍馬と明治神宮のご祭神との強い関係を知って、あの逸話は真実だったのだと思ったそうです。ですから遠野さんはまた何か重要なメッセージを坂本龍馬は自分に送ってきていたと思うとおっしゃっていました。それはおそらく個人的ではなく日本国へのメッセージだったかもしれません。それが何なのか、これから起こる日本の危機なのか、もう起きてしまったことなのかがわからないのが残念です。
さてこれらの体験は遠野さんのほんの一部の出来事で、他にも坂本龍馬本人でないと知り得ないことも教えてもらったそうです。ただ残念ですが、どんなに謎が解明しそれが腑に落ちる内容でも、心霊などの科学では証明されていない分野の情報をもとに真実と認定はできません。最後は信じるか信じないかという話になりますが、遠野さんに好意的な誰かがメッセージを送ってきたのは確かで、もし本当にそれが坂本龍馬だったとしたら、我々は襟を正さなくてはいけないのかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。